株式会社山崎製作所の山崎香織です。株式会社山崎製作所の山崎瑠璃です。機械板金加工業という仕事を主にやっております。機械板金加工業というのはいろんな精密なですね、機械の部品からカバー、医療機器とかですね、いろんな分野の金属加工となります。それをやっております。2009年に父親がやっておりましたこの会社を引き継いで事業承継をして経営者となりました。それから11年間、社長として、男性たちが作り上げてきた工場、機械板金加工という仕事を一緒になってやってきました。私は高校を卒業してから派遣の仕事をしていたんですけれども、20歳の時に今のこの山崎製作所に入社をしました。でそこから今8年三代目板金屋という自社ブランドを立ち上げて、主にそこでデザインに関わる仕事をしております。例えばこのかんざしは道具とも言えるんです。飾るだけのものではなく、このかんざしはですね、これ1本だけでヘアアレンジができる、1本だけで髪の毛を上にシュッとこう、特にフランス人の方なんかはもともと昔からそういったヘアアレンジお上手で、これを見ただけで、スルスルシュッてこうできちゃうっていうね、おしゃれな方々が多いですからね、そうなんですけども、道具として使っていただければなと思ってます。でこれがステンレススチールでできてるんですけど、なぜステンレスなのかっていうことはそれにこだわりがあるんですね。ステンレスは非常に硬いです。輝きが変わらない。銀みたいなものは時間が経つと黒ずんできますよね。これは黒ずむことがなく、また銀と比べたらかなり価格も安いというところで手に入りやすいものなんですね。で、あとはですね、金属アレルギーっていうものになりやすい方もいらっしゃるんですけども、私も夏になるとですね、汗をかいてこういう例えば真鍮のものとかそういうものをつけてると痒くなってきたりとかするんですけども、これはなりにくい金属なんです。なので女性の肌にとても優しい金属なんですね。そしてお手入れが楽、そういったところでこのステンレスにこだわって作っているということです。久能山東照宮最近改修してですね、漆を塗り替えたんですね。でそこの建物を見てきたんですけども、あそこ大好きなんですよ。なぜ好きかっていうと、また徳川家康の博物館もそう両方そうなんですけども、私たちの板金加工のルーツである、飾り職人さん、日本のもう江戸時代、もっと前からなんですけども、金属の板をですね、いろんな道具で、芸術的なものに作っている飾り職人さんたちの仕事が見れるんですね。で、そうか、自分たちのルーツのそういった芸術家のような人たちがこれはどうやって作ったんだろう、どうしてこうやってこんな複雑な綺麗な形が作れるんだろうって想像をしながらその仕事を見てくるのが楽しくて、これは私だけかもしれませんけどはい。
大切な作業になります。さっき見たレーザー加工機でかんざしを最初に形にカットをするんですけど、そうするとまだ全然ただの板の状態で、こういうガサガサしてて、まだ全然こう柔らかくない、こういう焦げてしまっている状態なので、これを磨いて少しこう柔らかい仕上げにしながら輝き、磨きの加工も一緒にやっていく工程になります。こういうふうにまだ板のガジガジした状態のものを少しずつ磨いて、まだ途中なんですけど、こういうふうに艶を持たせて丸みをこう帯びたような加工をしていくところです。油の塊なんですよ。これをここに回ってるところになすって油をつけて磨いていく。色によって、順番、よくこうヤスリとかでも洗い物とか細かいものあるじゃないですか。そういう感じで番手が。これがレーザーでカットをした残った端材と呼ばれる部分ですね。で、要は捨ててしまう部分なんですけれども、もちろんこんなに余っていてもったいないので、これはリサイクル、全て鉄もステンレスもアルミもリサイクルをして再利用するようにしています。なのでこのようにまとめておいてリサイクル業者に引き取ってもらってということをしております。今アメリカとヨーロッパ、台湾に向けてですね、営業を少しずつやっているところではありますが、本当コロナ禍でですね、なかなか進まない、状況です。ですので今はオンラインショップ、越境 EC ですね、海外に向けて、通販で販売をしています。少しずつファンを増やしていきたいなというふうにね、分かってもらいたいなと思ってますね。50歳以上の方とか、もともと持病がある方を守らなきゃいけないっていうこと。でも本人たちもやっぱりテレビとか見ていて、怖いじゃないですか。こう目に見えない恐怖で、心配をしているので、そういう人たちを守らなきゃいけないなっていうこと、それの対策に関して、最初の頃本当にいろいろ考えてやっていったんですね。で、うちの経営に関してコロナの影響があったかっていうと、8月ぐらいまでは順調できたんですが、8月ぐらいからですね、徐々に、少しずつ、落ちましたね。影響はありました。ただうちは単品小ロットの製品を作ってまして、お客様も本当に何百社と多いもんですから、そんなに極端に影響がない、そういった会社を作ってこようということで今まで取り組んできましたので、影響はありますけれども、大丈夫かなというところですね。全国のいろんな百貨店さんとかショップで期間限定のイベントをやってもらうことがすごく今まで多かったんですね。そこで私たちも実際お店に店頭に立ち、お客さんと直にやり取りをできる機会がそこであったんですけれども、やはり2020年この1年間はそういうイベントが一切中止になってしまったので、その実際の使い手のお客様たちとの交流の場っていうのをこれから先の未来はちょっと違う形をもうちょっと模索していくべきなんじゃないかなっていうふうには思ってます。こうなったらいいなっていうこの業界がっていう話なんですけど、やはり今女性が社会に進出していこうっていう動きが大きくなる中で、まだまだこういうものづくりの仕事って女性の活躍する場っていうのがすごく少ないと思うので、もっともっとこういうものづくりの会社でも私たちと同じような女性が活躍できるような業界になっていったらいいなという希望を持っています。日本ってすごい女性の、文化的にも女性の社会進出っていうのがすごく遅れてる
ですね。その中でも私たちが住んでる静岡県っていうのは全国的にも遅れてる県なんです。でその中で、私たちの業界はまた特に男性が活躍していて男性ばかりが活躍してきた業界で、そんな中で、私も娘もそれぞれの職域の中で頑張っていくことで、ロールモデルみたいなこれから製造業で頑張っていこう、女性として社会の中でいろんな責任を持ってですね、やっていく人たちの応援もしていきたいというふうに思っております。はい、私はすごくサッカーを見るのが好きなのでやっぱりすごく個人的なんですけど、やっぱり静岡に生まれてよかったなって思うのは、やっぱサッカーチームが地元にあるところに生まれたのはすごくこう恵まれてることだなっていうふうに思うので、やっぱり毎週そのサッカーを見るのを楽しみに頑張って仕事をしてるっていうのもありますし、なんだろう、私はすごくこう暇な時間が大好きで、暇っていうのがすごく好きで、暇だからこうなんか外に出なきゃというよりは、暇だから家の中でそれこそ映画を見たりゲームをしたり編み物をしたり読書をしたりっていう、その暇な時間の中で何かをするっていうのがすごく好きです。私はこの地元だけじゃないですけどもそこにしかない地場産品が好きなんですよ。今日も実は午前中、静岡、5年ぐらい前に、新しい静岡で品種として開発されて作られたキラピカっていういちご農家さんのところに行ってきたんです。とかですね、あとはお茶の葉を利用した加工品だったり、お醤油だったり、ニジマスだったりね、そういったところの作ってる方のところに行ってきたんですけども、そういったものが大好きで、実は道の駅とか直売所とかそういうの大好きで、いつもそこで今ここでしか買えないようなものを探して、それを買ってきてお家で作るお料理を作るっていうのが大好きなんですね。